皆さんお久しぶりでございます。今回の動画は私が2023年から2024年にかけて挑戦した日本一周の総集編となります。時間は経過したんですけど、この度動画を上げることを決めました。日本一周にはですね、世界で歌うという夢の修行として挑戦しました。旅はですね、挑戦の連続となり、道中挫折も経験しました。そして今回、この日本一周を全47都道府県別に分けてお送りしていきます。動画の最後にはまとめもございますんで、そちらもご覧くださいませ。ぜひ長いのでね、気長にご覧ください。そして、そんな時間ないよという方、そこのあなたへ、この日本一周を1分にまとめたショート動画もございますんで、そちらよかったらご覧くださいませ。はい、ということで、私の日本一周挑戦物語スタートとなります。はい、ということで早速、私の日本一周第1軒目、東京都からスタートしていきます。東京は私の日本一周スタート地点、そしてゴール地点となった県です。県じゃない、都か。8月13日、東京駅の丸の内改札広場に降り立ちました。で、この時の持ち物は、資金がまず15万円。そして夏用リュックでギター、そして看板。この4点がこの出発時の持ち物でした。で、ルートがこの時まだ未定でしたので、とりあえず夏という理由で沖縄を目指し南の方に下ることを、決めました。こんな感じで、ギターに看板を下げて東京駅を出発しました。はい、お次は日本一周2軒目、神奈川県です。神奈川県では日本一周最初の挑戦をした県でした。横浜駅到着後ですね、まずはですね、温泉施設に向かいました。で、その温泉施設で朝まで滞在する予定だったんですけど、3時号になると深夜料金がかかるということを、その子にいる時に知って、3時前にそこを出発して、で、その時間帯はまだ電車も動いてないので、先に進むにはタクシーを使うか徒歩かの2択で、徒歩を選んで、だいたい17キロ先の鎌倉へ向かうことを決めました。そして歩き始めてだいたい1時間ぐらい過ぎた時、その道中ですね、早速挫折をしそうに一度なりました。やっぱりやめて帰ろうかなって思ったんですけど、その時に友人から手紙を1枚いただいてて、それがパワーになりましたね。その時看板、さっきの看板をギターにしまってたんですけど、それをまた出してでギターに引っ掛けて、で鎌倉まで歩くという決意をしました。はい、そして日も上がって朝になって、でだんだんもう歩くということを決めて、それにもう集中してる。でここでですね、日本一周道中で初めてお声をかけていただきました。この方に声をかけていただいて、頑張りっつって、とても力になりました。でそんなこんなでこう足を進めて、はい、ということでこんな感じで歩き続け、朝の11時ですね、大船駅へ到着しました。そしてここから、静岡方面に、電車に乗り向かいます。はい、ということでお次、日本一周3軒目の静岡県に入りました。で静岡県は、台風を避けた移動をした県です。でこれといってイベントごとは特にございません。日本一周語るにあたってこういうふうにイベントごとがない県も中にはあるんで、そこはもうそのまんま、お話ししていきます。はい、ということで、大船駅から静岡駅への乗り換え駅となる沼津駅まで一度向かいました。でそこでまた、同じ温泉施設に、泊まる予定でした。なんですが、その時ですね、台風が近づいてまして、電車が運休になって、下手したら足止めを食らう可能性が数日間出てくるという、ことを聞きまして、その日にちょっと静岡駅まで、行くことにしました。で夜ですね、静岡駅着いて、で翌日、こんな感じでちょっと天気がね怪しくて、でどんどん行ける間に先進んどこうっていうので、このまま愛知方面へ、向かいました。この時、台風の影響で在来線が一部区間運休をしていまして、代わりに、
新幹線を使いました。この時もね、いや今新幹線使ってこんな豪華な旅をして大丈夫なのかなっていう不安と戦いながら静岡県を後にしました。はい、ということでお次日本一周4県目となる、愛知県です。愛知県はね、私にとってすごい思い出深い県の一つとなりました。それがですね、とある挑戦をしたからです。70キロ豊橋から名古屋を徒歩で歩き通すという、豊橋の宿舎へ、2泊しました。で、節約とそしてこれからの旅、気合を入れるために豊橋から名古屋を歩くということを決意しました。ということで台風が過ぎた翌日の10時、いざ70キロの旅がスタートしました。でルートは至ってシンプルで、っていうのも、豊橋から名古屋は国道1号線っていう通りが1本こう通ってるんで、そこをもう永遠と歩くだけです。でこんな感じで、荷物もちょっと工夫してカートに乗せて、今まではこう背負ってたんですけど、でこれが今後の荷物を運ぶスタイルになりました。で、この広々としたね通りを永遠と歩き続け、公園で水浴びもしたりとか、もう爽快でしたね。激アツだったんで爽快でした。でですね、途中からちょっと歩くスタイルを変えました。歩き始めは、歩道をこう歩いてて、できるだけ壁寄りを歩いてたんですね。ただ途中から、何かを伝えようっていうので車道寄りに歩くように工夫しました。でそうしたら応援の数がもう見違えるほど増えました。こう飲み物をくださる方だったり、車でこうバンバン車通る通りなんで、その通りすがりにこう頑張ってとかっていうふうに。そしてですね、道中なんと岡崎で大学時代の後輩と会いました。で一緒に1時間ぐらいこう歩いて、話をして楽しかったですね。で一度こう別れて、で足をこう進めるも、でもその時がもう出発から12時間が経過してて、でノンストップで歩いてるから、さすがにちょっと体力の限界っていうので、公園で野宿を決行しようと試みます。がしかしたどり着いた公園、無駄に広く誰もいなく、けど謎にある1台の自転車で、うわこれ野宿って寝れない、寝るに寝れないなとかってなってた時に、なんとですね、さっきの後輩から、もしよければもう少し先まで送っていくことできますと。もうこれは送ってもらうしかないと思って運転してもらって、でラスト名古屋3時間歩いて3時間のとこまで送ってもらいました。その時のビデオですね、これ。ただいま豊橋から名古屋、かれこれ13時間以上歩いております。このバッグを引き下げて全部で13キロぐらいありますね。残り名古屋市まで3時間ぐらい。途中の塾を考えましたが、大学時代の友達が助けてくれたので、このまま3時間ぶっ通しで名古屋まで行きたいと思います。元気ないね。元気ないっすよ。疲れてる。頑張ります。はい。でまた別の大学生の集団と、記念撮影をし、歩き続け、出発から17時間後、朝の5時、無事名古屋へ到着いたしました。でこの後ネットカフェに行って速攻爆睡しましたね。この朝日が綺麗だった。この後実は、もう一泊別のゲストハウスに泊まりました。でその翌日、愛知最終日ですね。最終日の朝に、名古屋といえばフリーのモーニングがあるカフェがあるということで、そこで朝食を食べ、でその後に日本一周で初となる路上ライブを名古屋市内の公園で、軽くですけどトライしました。音楽活動にも力を入れていかないといけない、それがメインですから力を入れていきたいっていうことで、トライしました。はい、そして愛知県を最後に、お次は三重県に入ります。はい、ということでお次日本一周5県目、三重県です。三重県では忍者の町として知られる伊賀市という場所に、初訪問しました。ギターの隣に小さな忍者の石像がありますね。で到着後はですね、
そのまま宿に向かって、でオーナー夫妻に、ご挨拶させていただきました。で、その際に私のその日本一周に興味を持ってくださいまして、で翌日その伊賀市で町内会があると、でよかったらそこでも弾いてほしいということを言われまして、でも即答でイエスと、翌日ですね、翌日、この町内会に20名ほどの方が、来ました。カバー曲、オリジナルカバー曲っていう、でこの3曲目のカバー曲でバンと盛り上げることができてよかったなと。でその後はですね、伊賀市名物の豆腐田楽というものをご馳走してくださいました。こちらですね、豆腐をこれ味噌焼きにしたものです。ね、美味しかったです。いや本当に日本一周始まってずっとおにぎりパンとかラーメンとかだったんで、久しぶりにこう健康的な食事ができました。でさらにですね、その後に伊賀上野城というお城にも連れてってくださいました。でそこの頂上からの景色ですね、伊賀市の景色を見れて、良かったですね。はい。でこの伊賀市はですね、本当に旅始めて、一番その日本一周っていうのにしっくりはまるような、そういうことをしてないと行く機会がなかなかない場所だなっていうふうに感じて、自然豊かで、あと歴史が好きな人、松尾芭蕉の故郷ともなってるんで、そういうのが好きな人にはすごいおすすめの街です。はい、ということで以上が三重県です。はい、ということでお次は、奈良、大阪、和歌山と3県まとめてお送りさせていただきます。三重県から電車で奈良県へ入りました。で奈良に入った瞬間ですね、やっぱりですね、観光客が一気に増えました。はい、で日中は奈良市内を散策、とりあえずね、観光名所は行きましたね。はい。で、鹿とも、戯れ。もう観光客慣れしてますね。見向きもしない。鹿せんべいを持ってると見向きするけど、持ってない人はもう用なしですね。で、翌日ですね、また気合を入れるべく、大阪方面へ歩くことを決めたんですけど、本当は大阪駅まで行きたかったけど、ちょっとその時は体力がなくて、途中の生駒駅というところまで、歩いて、で、そこから電車に乗って大阪へ向かいました。はい。はい、ということでお次、大阪です。で、大阪はですね、特にイベントごとはございません。一泊しかしてなくて。で、難波で一泊しました。一応観光スポットの道頓堀と、で、グリコを見て、で、あと、大学時代の先輩にもその時再会をしました。で、その後もう翌日に、今度は和歌山に向かいました。で、お次、日本一周8軒目、和歌山県。ここはですね、面白い出会いがあった件です。和歌山市に到着を、そのままゲストハウスに向かったんですけど、そこのゲストハウスがちょっとおしゃれなゲストハウスでした。そこでですね、なんと日本一周してる人が2人泊まってました、当日に。その中の1人が、日系カナダ人の一時帰国中で、日本でヒッチハイクの旅をしてるという。で、その子も音楽が好きと。そして、さらにそのゲストハウスにいた従業員の人も元路上ライブをした経験があるというで話があって、一緒にちょっとセッションしたいなということをお願いしました。そしたらそれが実現して、その動画がYouTube 上がってるんで、よかったらご覧ください。ということで、以上が奈良、大阪、和歌山です。ということで、お次、四国に入っていきます。はい、ということでですね、いよいよ四国に突入です。日本一周9軒目、徳島県です。和歌山を後にした後ですね、そこから和歌山港という港に行って、フェリーを経由して、徳島港へ入りました。南海フェリーというフェリーを使いました。で、徳島駅の近くのまたゲストハウスに一泊して、でそこでもまた日本一周をしている別の方と出会いました。で市内を観光して、徳島ラーメンを堪能してという感じでした。はい、ということで日本一周10軒目、香川県です。ここではですね、日本有名 YouTuber 小豆島の漁師浜優こと浜優さんと1年ぶりの再会、そして居酒屋で演奏と。
徳島から高徳線に乗って高松に向かいました。で到着後、夕方に1年ぶりに浜湯さんに再会しました。でこの時の居酒屋も浜湯さんがオープンしてた森叩き専門店大千丸というとこでした。で出会いはですね、その日本一周の1年前に小豆島での期間限定居酒屋浜湯というところです。その当時ですね、元一視聴者で、そこから一従業員として共に働かせていただきました。はい、ということで、大千丸居酒屋に行きまして、で浜湯さんが営業中ですね。いきます。せーの。よいしょはい、それじゃあ薬味を持ってまいります。ご賞味ください。せーのでよいしょです。いきます。せーの。ーよいしょありがとうございます。はい、じゃあ甘いポーズをかけてお召し上がりください。はい、どうぞ。ごゆっくりどうぞ。はい、で看板メニューのサワラの森、サワラの上にネギをどさっと乗せて、そこにこの浜湯さんのオリジナルポン酢をかけて食べるという、これも非常に美味しかったです。ビールとよく合う。はい、そして森を食べた後に、居酒屋で演奏させていただきました。1年前にもですね、その居酒屋勤務最終日に単独ライブをやらせていただきました。そして、一緒に歌っております。その動画が今後 YouTube に掲載予定なので、ぜひお楽しみにください。1年ぶりの再会、テンションがぶち上がりましたね。はい、そして、香川といったら外せないうどんを食べまして、いざ高知県へ向かいました。はい。ということで、お次、高知県に入ります。はい、ということで、お次、日本一周11県目、高知県です。で、高知県は市内を日中は散策して、で夜は、商店街で路上ライブをやらせていただきました。高松から長距離バスに乗って、で、土佐三子像という3体の武士の像が並んでいる高知駅に、行きました。で、日中はその市内を散策、広め市場という有名な市場があったり、あと高知城というお城もあったりして、でそこら辺を、ちょっと散策しました。で、夜はですね、その広め市場、日中行った広め市場に続く大きな帯屋町商店街っていう通りがあるんですよ。で、そこで、路上ライブをしました。で、高知の印象はですね、結構分かりやすいかなという、観光スポットも別にそんなにあるわけではないけど、こうまとまった場所にこうボンって一個でかいの。広め市場とか高知城とか。で、街並みもすごい、そんな複雑、関東みたいに複雑じゃないんで、すごい観光しやすいなという印象はありました。はい、ということで以上が、高知県です。はい、ということで、お次、日本一周12県目、四国を荒らすと愛媛県となります。高知からですね、長距離バスを使って松山駅で、そこから市内の路面電車を使って、ゲストハウスがある道後温泉まで向かいました。で、昼間はですね、もうひたすら市内散策して、で蛇口から出るみかんジュース、これ飲みまくりました。非常に美味しい。で、その後松山城も登って、で夕方に道後温泉も行きましたね。はい、でその後夜はですね、2夜連続、大街道という通り、商店街があります。大きなそこで路上ライブをやりました。でこれは、同じゲストハウスに泊まってた韓国人のカメラマンが撮ってくれました。こんな感じで、これ1日目ですね。あんま人は泊まってくれなかったんですけど、で2日目はですね、この柱より前で歌う工夫をしたら、2日目は10人ほど集まってくださいました。はい、という感じで、以上が愛媛県となります。日本一周はですね、13県目、大分県にいよいよ九州上陸です。愛媛県の三崎港から大分県の佐賀観光、九州フェリーに乗って九州に、入りました。で港からですね、さらにバスに乗って、でゲストハウスがある鶴崎という場所に、行きました。で翌日はですね、大分県を散策しました。商店街に行ったり、
あと大分県美術館のオパムというところにも行きました。で、夜はですね、冷麺で有名な六森というところに行きました。美味しかったです。はい。まさかね、大分で九州で冷麺を食べるとは思わなかったですけど。はい、ということで以上が大分県です。はい、ということでお次、日本一周14県目、宮崎県です。大分から電車、特急日輪7号で宮崎へ向かいました。で、宮崎はまた市内の、今度はホテルですね。ホテルに、ステイしました。宮崎はですね、南国の雰囲気が徐々に感じられる県だなというふうに思いました。で、夜は、繁華街を少し歩いて、なんかひときわ目立つ通りがありましたね。で、翌日はですね、また気合を入れるべく歩くという決断をしました。だいぶ歩くことにも慣れてきましたね。はい。そして途中道中話しかけていただいたり、乗せていただきました。いかつかったっすね。はい。でも優しい方でした。で、そのまま、歩いて、田野駅という駅まで歩きました。こんな感じの、もうザ・田舎という感じの駅でした。はい、ということで日本一周15県目、お次は鹿児島県です。鹿児島県といえばもう代表的桜島がありますね。田野駅から電車に乗ってですね、鹿児島方面へ行きました。で、夕方に着いたんですけど、その時にちょうど桜島がこうバンって目の前にあって、とても綺麗でした。で、鹿児島市内到着。駅周辺はですね、非常におしゃれな印象がありました。で、夜は天文館という商店街を散策して、ラーメンを食べ、で、翌日はですね、歌の動画を上げたいというので、撮影スポットを探しに桜島へ向かいました。はい、そして桜島フェリーというフェリーに乗って桜島へ行きました。値段もすごい安いです。お手軽です。大人1人250円で、行けました。で、船内で、大学生のカメラマンの子と仲良くなりまして、さらにその桜島に長渕剛の銅像があるということを知りました。路上ライブで散々パラ長渕剛さんのトンボを歌わせていただいてて、ちょっと目の前で歌って撮影したいなということで、そのカメラマンの子を連れて歌の撮影に行きました。で、到着するや否や、真っ先にその場所に向かい、で撮影しました。その動画が YouTube 上がってますんで、ぜひご覧ください。で、桜島ですね、本当に綺麗な場所です。で、バスも通ってるんで、歩くのがあれだっていう人はバス使うこともできますし、で、これ桜島の展望台からの景色ですね。で、帰りはですね、この桜島フェリーの中で、うどんがどうやら有名みたいで、うどんを食べました。はい、で、こんな感じで、市内も散策して、はい、そして翌日はですね、鹿児島から熊本方面に、初めてのヒッチハイクで向かうことにしました。で、とりあえず国道3号線、熊本方面に行く車が多いであろう場所に行って、ヒッチハイクを決行しました。で、一軒の八百屋さんの前でやらせてもらって、で、1時間ぐらいトライしました。捕まらず、八百屋さんのおかみさんに最後挨拶、店内でしてたら、なんとその瞬間、一人の男性が声をかけて、くださいました。で、おかみさんももう大喜び。よかったわねってなって。で、熊本方面に、連れてっていただきました。で、その途中の薩摩川内まで行きました。で、そこから電車に乗って、熊本方面に。はい。ということで、お次、熊本県に入ります。はい、ということで、お次、日本一周16県目、熊本県です。熊本県、くまモン以外にも、ワンピースの銅像があったりする、そんな県です。ですね、熊本駅に夜に到着して、で、そのままゲストハウスに行きました。で、その後はですね、商店街でラーメンを食べました。で、翌日は熊本市内を散策、球場に行ったり、これなんかすごい年数が経ってる木で、熊本城に行って、
で、これ熊本城からの景色ですね。ワンピースの銅像見てきました。何体か銅像が熊本県内にあるみたいなんですけど、全部は見れなくて、ルフィだけかな、俺が見たのは。あとなんかもう一体見た気がするんですけど、夜はですね、なんと、熊本城で出会ったシンガーソングライターの方のライブを見に、ゲストハウスで出会った台湾人と一緒に行きました。はい。で、ライブを見た後は、一緒にラーメンをまた食べ、で、はい、熊本を後にして、お次、福岡に向かいました。はい、ということで、日本一周17県目、福岡県に入りました。九州一栄えてますね。人が一気に多い、もう観光客がもうめちゃめちゃいる。ということで、博多駅到着後はですね、また宿泊施設に向かって、で、そのまんま日中散策しましたね。柳橋市場、大堀公園。大堀公園がね、ベトナムのハノイ、同じような場所があるんですよ。そこにね、雰囲気めちゃめちゃ似てた。うん。に行き、そして、博多ラーメンを注入いたしました。はい。で、夜はですね、中洲、安定の中洲に行き、何をしたわけじゃないんですけど、散策。はい。で、翌日はですね、この日本一周で死闘を繰り広げた、そんな場所に向かいます。はい。ということで、その死闘を繰り広げた場所、それはですね、日本一周18県目、沖縄県宮古島です。宮古島でのその死闘というのは、2週間にわたるマグロ漁の参戦です。はい。博多駅から福岡空港、そして、宮古空港へと飛びました。初めての沖縄宮古島、到着後はですね、マグロ船の船長のもとに、挨拶しに行き、そのまま歓迎会を、開いてくださいました。で、翌日から、いよいよ漁に出ました。まず最初出た漁はですね、集魚島という漁です。宮古島からですね、船に乗って3時間先に行きました。少し寝落ちをしたんですけど、目覚めると何もない黒潮の上、波がもうすごい大きくなってて、で、海底は1000メートル以上、落ちたら死にます。で、その集魚島というものは、新月、月の光が一番暗い時に、船の光を使って深夜に、魚をおびき寄せて、で、それでマグロを釣るという、そういう漁の仕方です。その夕日が沈み出すとともに、もう船の明かり以外何も見えない、そういう状態になって、で、仕事が始まって、その闇の中で、一変する船長、ここで人生初めての、船酔いを経験しました。がっつり船酔いして、で、がっつり吐きましたね、海に。で、そしてダウンしたけど、もうその場所乗り切るしかないです。帰るにも帰れないから、海に思いっきり叫びました。で、叫んだら、回復しました。そう、なぜかわかんないけど、自然の力なんですかね、これがね。負けてらんないと思って、わーって叫んだら、回復して、で、1日目終了と。朝日が昇るとともに、その漁は終了。で、日中はですね、その船上の上でクーラーなしで睡眠を取らないといけないっていう、それ結構きつかったですね。で、また、夕方からもう一晩漁をしまして、で、そして、日が上がり終了と。で、そこから、宮古島に帰還しました。で、こちらの写真、これが釣り上げたマグロです。5、60キロサイズとしてはのキハダマグロがメインですね。で、これマグロ船の船長と。はい。はい、本当に、すごい体験をしました。で、その後はですね、主に仕事としては遊漁船、観光客をターゲットにしたマグロ釣り、そんな3時間まではいかないんですけど、ちょっと半分ぐらいの距離でやる、遊漁船というものがありまして、でそれの、サポートを主に、やりました。で、仕事終わりはですね、その船長が車を貸してくださいまして、で、それのおかげで、宮古島をいろんなとこ行って、見てきました。で、やっぱり沖縄は雰囲気がもう全く違う。うん。別の国に行ってるみたいな、そんな感じの場所で、結構移り住む人が多いという。はい。で、そして、
YouTube にもまた上がってます。マグロ船の上で、その遊漁船の仕事をしてる間に、一発マグロ船の上でライブをさせていただきました。プチハッピーエンディングになってるんで、よかったら、ご覧ください。ということで、以上が沖縄宮古島での経験です。写真をいくつか、上げさせていただきます。あと、ここも行きましたね。三味線の、これは三味線工房という、三線工房という、沖縄の、伝統的な楽器、三線という、で、そこの、工房でお邪魔させていただいて、面白かったです。これはですね、波のない海です。波のない海。最後はですね、下地島空港という新しい空港から、九州へ戻りました。ここは、LCC も通ってるんで値段も安いですし、空港自体もめちゃめちゃ綺麗なんでおすすめです。はい、ということで、以上が沖縄編となります。お次また九州に戻ります。はい、ということで、お次、日本一周19、20件目となる長崎、佐賀とまとめてお送りさせていただきます。宮古島からですね、熊本に戻り、でそこから、熊本フェリーに乗って長崎へ入りました。熊本フェリー、これめちゃめちゃかっこよかったんですよね、なんか。で、船内もおしゃれで。はい。で、電車に乗って、さらに、長崎市内まで、行きました。で、長崎市、もう景色が素晴らしい。そう、周りに山脈がこうあるんですけど、そこにこう家が建つように並んでて、だから辺りこう周り見ると家が建つ山がこう囲んでる、そんな景色で、いろんな人が綺麗なとこだなって言ってた理由が一発で分かりました。で、日中は、長崎市内また散策しました。まず稲佐山、世界新三大夜景、世界三大夜景と世界新三大夜景っていうのがあって、他がモナコと上海。上海は今年見てきました。はい。で、あと長崎原爆資料館。はい。あとは長崎水辺の森公園という公園もすごい雰囲気良かったですね。しかもそこの公園は世界最大クラスの豪華客船がその時止まってて、でいろんな人がこうカメラ持って撮影してました。めちゃめちゃでかい船が止まってました。という、あと中華街も行きましたね。はい、お次、佐賀県に入りました。で、佐賀県なんですけど、すいません、佐賀県の皆さん、ごめんなさい。何もないです。長崎からですね、有明海をこう沿う形で佐賀駅に入りました。で、佐賀駅で止まったんですけど、本当に何もない。佐賀駅周辺何もない。落ち着いてるという、ただそれだけです。ただですね、まあこれだけだと佐賀県の人に怒られそうなんで、佐賀県の魅力、今回見れなかったんですけど、佐賀県のその有明海は日本一の6メートルにわたる干満差があると。こう潮が、引いて満ちてっていうその差が6メートル、日本最大級。それにわたって海中鳥居という海中鳥居があります。こう海の中に鳥居が立ってて、でそこが潮がこう引くと歩いていけるというそういう駅も、中にあります。名前はですね、大魚神社というところです。で、ゲストハウスで航海士をしてる女性の方と出会いまして、そうで、その方はその日の翌日に佐賀県の唐津という場所に、行ったみたいで、でそこの場所は観光しやすいということを言ってました。なんでもしかしたら車があるといろんなとこに行ける県なのかもしれないと。はい、ということで、以上が九州となります。で、お次中国地方に入ります。はい、ということで九州のお次は中国地方に入っていきます。日本一周21県目、山口県となります。で、山口県の前にですね、北九州市の小倉で
一泊しました。そこからですね、山口県の下関まで徒歩で、行きました。10月だったんでね、すごい歩きやすかったです。で、こう海沿いに、下関方面まで、歩いて行きました。乗せてってあげようかということで釣りをしてた方が、声をかけてくださって、そういうこともありまして、でいよいよ福岡と山口をつなぐ関門大橋、この地下の海底トンネルを、歩いて山口へ渡りました。こんな感じですね。はい、で境には県境がしっかり記載されていて、こんな感じで、はい、そして山口県に入ります。でここはですね、下関のゲストハウスに一泊しました。またここもすごいすっきりとした場所で、やっぱ港の近くだから涼しいし、やっぱフグが有名ですね。フグ食べれなかったんですけど、そんな余裕はないんですけど、いや本当に綺麗な街並みでした。はい。で翌日は、調布という駅まで、そんなに遠くはないんですけど歩いて行って、でそこから山口駅へ今度は向かいました。で駅ではですね、山口駅到着するや否やすごいことに遭遇しました。それが次の動画です。はい、という、これは警察の訓練ですね。撮影はしていいということだったんで、撮らせていただいたんですけど、まさかこんなね、緊迫した瞬間に会うとは、すごい体験をしました。で、ここから、電車に乗って、今度はお次、島根県に入ります。はい、日本一周22県目、島根県に入ります。島根県ではですね、ここでは3ヶ月滞在させていただきました。というのも、資金集め、日本一周果てしなくまだ先続くんで、ここで、ホテルの調理として働かせていただきました。ということで、山口県から増田という駅を経由して島根の玉造温泉まで行きました。でですね、もう3ヶ月もいるからいろんなことがそりゃありました。で島根県、魅力たくさんございます。その宍道湖ももちろん綺麗ですし、出雲大社、はじめ、であとその自分がいました玉造温泉、川が真ん中に1本流れてて、でそこに足湯できる場所もあったりとか、美肌の湯として知られてます。で島根の県庁所在地となる松江市にもバスで1本で行きますし、あとその出雲大社にも本数は多くないですけどバスがその玉造温泉から出てるんで、非常に本当におすすめの温泉街です。はい、ということでいろんな写真を載せております。はい、ということでですね、3ヶ月間過ごした後、年明けまでいました。そして、日本一周再開、広島県にお次入ります。はい、ということで日本一周23県目、広島県です。年明けの1月ですね、資金も無事集まりまして、日本一周再開と、お世話になったホテルに別れを告げまして、そして島根を後にしました。で広島までは、そのホテルで一緒に働いていた従業員の人が、車で送ってくれました。道中ですね、期待不安いろんなことを考えながら、広島に向かっておりました。はい、で夕方に広島到着、広島焼きを食べて、そしてお別れをしました。でその後はですね、市内を散策しました。平和記念公園に続く
広島本通り商店街、でそして原爆ドーム、原爆資料館を見学、そして電車に乗って、宮島に向かいました。本当は駅からさらにフェリーを乗らないといけないんですよ。ちょっとそれはいいかなっていうので、遠目に宮島を眺めました。はい。で、市内へ戻りまして、夜は軽く居酒屋を挟みました。はい。お次、岡山県です。はい、ということで、日本一周24県目、岡山県です。広島駅から高速バスで岡山駅まで行きました。で、到着後は、ゲストハウス向かいました。で、翌日は市内観光です。で、岡山城行きまして、で、日本一周の看板とともに写真撮ってましたら、スタッフと、台湾の観光客が一緒に撮ってほしいということで、一緒に記念撮影を。で、その後は後楽園、日本三名園の一つですね、観光しました。で、人も少なくて、その時はゆっくりと観光できました。はい。で、その後、市内に戻りまして、夜はボッケーラーメンというラーメンを食べました。ここのキムチがうまい。はい。で、その後ですね、この岡山で大きな決断をしました。で、その決断というのが、持ってたギターを手放すという決断です。最後はですね、山口県の下関で歌った以来、音楽活動が一切できてませんでした。誰にも歌うこともなく、ただギターを持って移動するだけの日々が続いてて、で、3ヶ月いたその島根県でも何度かトライはしようとしたんですけど、なかなかその行動に移すまでいかなくて、それで岡山に来た時に、もうこれ以上ギターを持ってても意味がない。何もできそうにないっていうことを思って、一度、ギターを手放す決断をここでしました。そこから、ギターなしで先に進みました。ということで、お次は鳥取県に入ります。はい、お次、日本一周25県目は鳥取県です。岡山出発後は真上に、上郡地図と乗り換えをして鳥取に向かいました。2度目の中国山脈を越える大移動です。2両編成の電車で1時間、田舎の広大な景色ですね、眺めながら上郡にひたすら向かいました。はい。そしてこのだだっ広い景色の奥の方に映っているこの山が中国山脈ですね。今からここを越えていきます。はい、ということで、上郡駅到着。その後はですね、この派手な列車でさらに1時間半、智頭駅まで向かいます。内装は逆に昭和レトロの感じの電車です。この電車について調べてみますと、外装は雨つ星という星をイメージして、で内装のこのシートの模様は、岡山、鳥取、兵庫の沿線5市町村の絵をイメージして作られた、デザインされたものらしいです。はい、そして山陽から山陰に入りますと雪も見えてきます。でその後、一旦停車した駅がございます。ハートピンクフロマンサイの恋山形駅という駅です。30分ぐらい停車したのかな、20分ぐらい停車してたんで、その間ちょっと電車降りて駅を、見てみました。こんな感じですね。もうピンク満載で、その後ですね、智頭駅に到着しました。で、また待ち時間が今度は1時間半あったんで、市内を散策しました。雰囲気良かったですね。はい。で、そこから1時間かけて、鳥取へ向かいました。で、到着後、ゲストハウスにそのまま向かい、夜はホルモンそばを食べました。はい。はい、そして翌日はいざ鳥取砂丘へ、バスに乗り着いた鳥取砂丘。はい、ラクダがいましたね。はい。感想を一言、砂漠のような砂浜。うん。
多分夏来た方がいいです。はい。で、その後は宿に戻りました。ということで翌日、兵庫県へ向かいます。はい、お次、日本一周26県目は兵庫県です。鳥取県からお次浜坂という駅で乗り換えをして、兵庫県北部の、豊岡という場所に向かいました。で、道中、城崎温泉を少し散策。ほんと一瞬ですけど。で、豊岡駅到着後は、ゲストハウスに向かいました。ゲストハウス前の路地がおしゃれ。で、ここのオーナーがまた親切な方で、日本酒が好きという話になって、で、近くの京都に入るんですけど、京丹後市というとこにある木下酒造というところに連れてってくださいました。またここも雰囲気のある酒蔵。で、店内こんな感じで。はい。で、こいつ、看板の隣に看板猫っていうね、激カワなこの状態に、餌代に日本酒を購入しました。はい。で、その後夜はですね、そのゲストハウスの近所の、兵庫県専門の日本酒バーに行きました。日本酒を飲み比べして、で、この店員さんが日本酒についていろいろ教えてくださいました。はい、そして翌日、京都に向かいます。はい、日本一周27県目、京都府に入ります。はい、だんだんと、都心部に近づいてきました。ということで、豊岡駅からですね、西舞鶴駅行きの電車に乗って天橋立で降りました。はい、そして一人でまた覗き。で、歩いてですね、そのまま宮津駅まで行きました。で、京都駅へ向かいました。はい、その後、夕方に京都駅到着と。久々の都会ですね。あと人の多さ。うん。で、翌日は京都市内を散策しました。はい、そして京都でまたとある決断をします。それは、一度私のふるさと千葉県に帰省するということです。ギターなしの旅、意味がない。ということで、一度千葉県に戻ります。はい、日本一周28県目、私のふるさと千葉県です。1月下旬ですね。京都から、一度千葉県に戻りました。で、家族友人と共に1ヶ月を過ごしました。その1ヶ月の間ですね、日本一周このまま続けようか正直迷いました。ですが、このまま諦めるわけにはいかない。諦めるわけがない。ということで、1ヶ月後に日本一周継続を決意。で、リュックも新しく購入し、冬用ですね。もう夏でパンパンだったんで、冬用のちょっと大きめのリュックを購入して、で、手放していたギターを手に取り、再び先に進み始めます。はい。そしてお次、茨城県に向かいます。はい、ということで、日本一周29、30県目、茨城県、栃木県に入ります。で、ここはですね、絶不調、体調がもうすこぶる悪く、水戸、偕楽園、宇都宮、餃子を古虫という、はい、もう何も楽しんでない。で、水戸のゲストハウスに到着すりゃいないやもうすぐ休んで、で、本当は2泊したかったんですけど、もう翌日にそのまま栃木県に個室ホテルを取りまして、で、栃木まで足を進めました。で、水戸といえばね、偕楽園があるんですけど、偕楽園はもう通っただけです。一応通って外は見れたんですけど、通っただけで。はい。で、その後に、栃木県に、宇都宮に着きました。でも、個室ホテルで、バタンキュー、餃子を食べずにアイスを食べて自己回復をしました。はい、そしてお次、日本一周31県目、福島県です。で、宇都宮を後にしたんですけど、その翌日、少し体調を回復しました。宇都宮から黒磯駅で乗り換えしました。この黒磯駅ですね、すごいおしゃれな街でした。で乗り換えて、そのまま福島駅へ。
でそこからさらに土尾温泉という温泉街に行きました。その温泉街の真ん中に今度は大きな川が流れてて、であとこけしが有名な温泉街です。こけしがボンボンってあって、久しぶりに温泉に入って、ゆったりしました。でその後ですね、なんと翌朝起きると、ここでなんと外が雪景色に変わっておりました。でも雪に大興奮という感じで、福島県から宮城、岩手県に入ります。はい、お次、日本一周32、33県目の宮城県と岩手県です。ですね、福島を後にした後は、宮城県の仙台市にそのまんま向かいました。で、何度か来たことがあるんで、軽めの観光をして、あと大学時代の友人と再会しました。でそして、日本三景の松島も観光してきました。でずんだ餅入りメロンパンというものを食べ、で、仙台市を後にしまして、その後、岩手は盛岡に行きました。で盛岡も何度か来たことあって、ここも軽めの散策です。とりあえず盛岡冷麺は食べずに、これは岩手銀行ですね、赤レンガ館とかって言われてるのかなっていう感じで、この時もまだ少し体調は全回復ではなかったんで、落ち着いた感じの旅をしておりました。はい、ということで、ここからお次は、青森県に入ります。はい、ということで、日本一周34県目、青森県です。盛岡から、青森の、まず、弘前という場所に行きました。ねぷたが有名な。でですね、体調も全回復しましたね、この時。弘前に到着後はですね、津軽藩ねぷた村というところで、津軽三味線とねぷたを、見てきました。でその目の前に夜桜で有名な、弘前城というお城もあって、それを観光して、で青森へ向かいました。青森といえば海鮮とかがあそこら辺は有名なんですけど、もう海鮮がホテルのその朝の食べ放題にたくさんありまして、もうこれでもかっていうぐらい食べましたね。はい、で青森市内を、観光して、広々としてましたね、青森市内は。という感じで、2泊泊まって、はい、ということで、お次は北海道です。はい、ということで、お次、日本一周35県目、いよいよ北海道に入ります。で、ここはですね、北海道函館編、そして札幌小樽編、そして帯広、足寄、旭川編の3つで、お送りいたします。はい、ということで、まずは函館編に参ります。いよいよ北海道上陸。青森から津軽海峡フェリーに乗って北海道の函館に、入港しました。で、船が大きく2種類あるみたいです。で、自分はその津軽海峡フェリーっていう方に乗ったんですけど、もう一つ青函フェリーというのがあります。で、青函フェリーは、値段がもっとリーズナブルで、こっちの津軽海峡フェリーは、ゆったり、もっと船内広くてもっとゆったりできる船で、時間はどっちも変わらないです。3時間ぐらいです。ということで、人生初の北海道上陸と、でその後函館市内の宿舎に、向かいます。で到着後はですね、1日目は夕方だったんで、もうあまり、周りを歩くぐらいでそのまま、休みました。ということで、翌日は函館市内を観光しました。まずは、星の形で有名な五稜郭に、行きました。で観光した後ですね、そのまんまその脇にあったお寿司屋さん、これは春華って呼ぶのか、函館春華というお寿司屋さんに足を運びました。でその後金森赤レンガ倉庫、あそこら辺を観光しました。でアメリカのサンフランシスコにあるピア39という場所にすごい似てるかなという感じがしました。洋風のね港です。でですね、函館山世界三大夜景の一つです。他は香港とナポリがあります。で長崎の稲佐山、あれは世界新三な夜景ですに、昼夜と登ってきました。これ昼の景色で、これ夜の景色。
はい。そう、すごい綺麗でした。はい。そしてこの夜ですね、私は、ずっと心に引っかかってた音楽活動を再開することを決断します。そしてその形は流しという形で再開しました。で、流しとは簡単に言いますと、居酒屋に行ってパフォーマンスをする芸人みたいな感じです。で、やっぱ日本の北海道といえば代表的なとこなんで、ここでもしやんなかったら多分今後自分はやることなくなるだろうなというふうに思って、流しという活動を開始しました。なのですが、この函館ですね、平日の夜だったこともあってみんな閉まっちゃってるという、ちょっと悔いが残ったんですけど、そのまま翌日札幌に向かいました。はい、ということで、お次は札幌小樽編に入ります。函館から高速バスで札幌に移動しました。だいたい5時間ぐらいかかりましたね、移動は。はい。で、札幌に到着しまして、昼間は観光、札幌時計塔、あと夜商店街行きました。ネオンの光る有名な。あとエスコンフィールド。エスコンフィールドね、なかなか迫力ありましたね。こちら。はい。で、動画の方も多分今入ってると思うんですけど、大谷翔平とダルビッシュ有の、壁画もございました。いや、すごかった。ここは無料で入れるんで、おすすめです。という感じで観光をしまして、で、夜はですね、いざ流しの活動をすべく小樽へ向かいました。はい、ということで、ここからはですね、私の日本一周最初の流しの挑戦のストーリーを少しお話しさせていただければなというふうに思っております。ですね、小樽駅到着後、居酒屋を探して商店街の方に向かいました。で、商店街の居酒屋を探してたんですけど、最初は雰囲気のいいとこがいいなというふうに探してて、で、その商店街を通り抜けたところに一軒雰囲気の良さそうなお店見つけて、でそこにしようと。一旦目の前に行くも一回通り過ぎました。ちょっとやっぱ恥ずかしいと。ただもう一回居酒屋行って、でお店のドアを開けました。で、中にはお客さんが結構いました。10人ぐらいいたかな。そうで、オーナーと思われる人がいたんで、その人にすいませんって、日本一周してるものなんですけど、で流しの活動させてもらっていいですかって聞いたら、1軒目はノーというふうに、言われました。それはしょうがない。そう、お店を後にして。ただですね、断られたまま終わるわけにいかないと。もう数軒トライしてみよう。ということで、2軒目、また近くの、今度はですね、居酒屋風のラーメン屋さんに行きました。また扉開けたんですけど、中にお客さんが誰一人いなくて、オーナーしかいなかったんですよ。もう閉店間際だと。そう、すごい活動には興味持ってくれたんですけど、お客さんがいないからどうしようもできないということで、そこの2軒目も、やむを得なく諦めました。はい、で3軒目、3度目の正直です。ドアを開けて、そしたらもうオーナーが目の前にいたんで、日本一周してるものですと。で、歌の活動をしててよかったら弾かせていただけませんかと聞いたら、そのオーナーもちょっと渋々でした。最初はって何を歌うのみたいな。そうなるのも無理ないなとはもちろん思うんですけど、一曲ならいいよっていう風に言ってくださって、でそっからですね、一曲全力弾いて、でそしたら他の曲もなんかあるのということで、計結局3曲ぐらい歌わせていただきました。でその3曲フルで全力で弾いた後、オーナーとお客さん見たら皆さん笑顔になっていただいてたという、無事ハッピーエンディングということを迎えることができました。でその後ですね、さらに、その調子でもう一軒またお邪魔して、でそこも弾かせていただくことができまして、で 2,3 曲ですかね、またそこも歌わせていただきまして、無事初の流し大成功という形で、終わることができました。札幌にその後戻りまして、で翌日は帯広に向かいました。お次は帯広足寄旭川編まとめてお送りいたします。はい、ということでお次、北海道帯広足寄旭川編とまとめて3カ所お送りいたします。札幌から高速バスで帯広に移動しました。はい、で到着後はですね、市内の観光、バンバで有名な万栄十勝という場所に行きました。
バンバと普通の馬。普通の馬はスピード型。で、バンバはパワー型の馬です。なので、ものすごいもうごっつい。これ福助。こいつ好きでしたね。何頭かいたんですけど。はい。こんなバンバを見に行きました。で、その後は、夜はですね、流し。このチロリン村という、小さな商店街。ここの1店舗で演奏させていただきました。で、ここのね、マスターお二方がね、めちゃめちゃいい方で、いろんなことを帯広はじめ北海道のことを教えてくれまして、お客さんもすごいいい人で、楽しく、歌わせていただきました。で、その方におすすめされたのが、名物インディアンカレー。すごい味濃くてね、具がそんなに入ってないんですよ。けど、多分煮込まれて入ってないんですね。入ってないように見えるだけで、味めちゃめちゃ濃くて、美味しかったです。あと、バーに1軒お邪魔させていただいて、やらせていただきましたね、演奏で。夜はですね、こんな感じで、バンバが、観光客を引いて歩いてる、こんな感じの姿とか、すごいおしゃれな街でした。帯広はね、いいです。おすすめです。はい、ということで、お次はですね、足寄、陸別町という日本一寒い町に行きました。氷点下はマイナス30度まで下がる町です。帯広からですね、バスに乗って、これ普通の市内に走ってるようなバスです。長距離バスじゃない、普通のバス。そう、それで、陸別町まで行きました。で、宿泊先はですね、道の駅と、あともう1箇所ぐらいしかなくて、けどこのバスが到着する道の駅に、1泊しました。で、陸別町、そんなに観光スポットは多くないですけど、神社に行っておみくじ引いたら大吉というね、さすが。夜は陸別宇宙地球科学館という、星の観察ができる天文台がある、施設に行きました。で、そっからですね、見る星、大雨綺麗でしたね。沖縄の宮古島と同等ぐらいのレベルで綺麗です。はい。で、その天文台にめちゃめちゃハイテク望遠鏡みたいなのがありまして、大きな巨大な。それで他の惑星とか星も見れました。その後はですね、いよいよ流しの活動ということで3カ所ぐらい回らせていただきました。居酒屋とバー2軒で、現地の人とやっぱ交流できるっていうのはね、嬉しいことですよね。いろんな話が聞けて、こんな感じで、歌いました。で、その後ですね、来た道戻って北海道後にしようかなと思ってたんですけど、その時いたのが、もう右の真ん中より北海道のにいたんで、どうせだったらぐるって回る形で帰ろうかなということをその時決めまして、翌日はですね、北見を経由して旭川へ、向かいました。ということで、お次、旭川です。で、朝にですね、陸別町を出発しまして、一回北見でバスの乗り換えをしました。で、そっから、旭川に向かいました。朝の8時に出て、夜の10時の到着、大移動でしたね。はい。ただですね、到着してもう真っ先に雪の質が全然違う。旭川行ったらもう雪がサラサラで、その大興奮の中歩いてゲストハウスに向かったんですけど、その道中にまさかの携帯を落とすという。その時ですね、雪が降ってて、どんどんこの来た道、足跡とかそのギター弾いてる車輪の跡とかがどんどん生まれていっちゃって、そっから2時間ぐらい携帯探しました。もうその市内歩く人に聞いたりとか、あとゲストハウスのオーナーの方にも後半協力していただいて、携帯で自分の携帯に電話してたんですよ、何度も。で、もう諦めかけて、ただ電話し続けたら、なんと自分の携帯に電話かかって、で携帯拾いましたと。旭川市内のバー、ここのバーにいますと。ということで、もうそこダッシュで行って、そしたらなんと、ご年配の方が携帯拾っててくださって、無事携帯は見つかると。はい。いや、本当あの時は焦りました。翌日はですね、市内散策と、本当に雪の質が、もう雪サラサラ。もう本当サラサラの雪ってこういうことなんだなと。そしてですね、ガソリンラーメンで有名な八屋の醤油ラーメン食べてきました。で、この上の正体は焦がし油。味はもうめちゃめちゃ好きです。普通にうまかった。
で、夜はですね、その前日に、携帯探しに手伝ってくれたオーナーのおすすめの居酒屋に一緒に行きまして、でそこで流しの演奏をさせていただきました。はい、すごいおしゃれな居酒屋でした。で、翌日は長距離バスに乗って苫小牧、北海道の下の方に行きました。で、そこから、深夜フェリーに乗って、秋田県に入りました。はい、これがその最寄りの一つ隣の駅ですね。なんかアメリカのアリゾナとか向かう一本道の通りにめちゃめちゃなんかアメリカ風感あるなと。で、歩いてたらなんとフェリーの乗組員の人が自分のことを見つけてくれて、よかったら乗ってきますかとで乗せてもらいました。で、無事フェリーターミナルに着きまして、そこから、いよいよ秋田県に入ります。はい、ということでお次日本一周36県目秋田県に入ります。はい、ということで、ここからはですね、いよいよ日本海側を南下いたします。苫小牧からですね、新日本海フェリーという深夜フェリーに乗って、秋田県に入りました。船内こんな感じ、寝床もねこんな感じですね。まあ全然一夜するにはいいのかなと。結構いろいろこんな感じで、分かれてます。で、翌朝ですね、翌朝の8時、秋田県に入港しました。で、秋田県といえばそうなんですか、秋田県に迎えられて、秋田県に入りまして、そのまんま内陸の横手市というとこにまで、行きました。なんで俺横手行ったのかな、その時に。確か雪かなんか避けないといけなかったのかな。で、市内散策と、夜はまた横手市の中の居酒屋で、流しをさせていただきました。で、昼間はですね、すぐ近所に、大曲という場所があります。日本三大花火大会の一つ、大曲というところがありまして、でそこに行って冬にね、資料館だけ見て、はい、観光しました。はい、ということで以上が秋田県です。はい、ということでお次日本一周37県目は山形県に入ります。秋田からですね、新庄という町で乗り換えを重ね、山形県の酒田市というとこまで行きました。酒田市有名なのはですね、一人当たりのラーメンの消費量が日本一らしいよという、らしいです。昼間はですね、また観光、山井倉庫というもともとお米を保管してた、ちょっとおしゃれな倉庫に行きました。はい、という感じで、こんな広々とした感じのとこで、ラーメンの消費量と言われたらね、ラーメンを食べずにはいられないとラーメン食べました。普通の高校は醤油ラーメンでしたね。ということで、ラーメン食べ終わった後は気合い入れて流しの活動をしました。5軒連続で、居酒屋、スナック、居酒屋、バー、そしてまた居酒屋と、で、ここ一番最後ですね、北前横丁というところで、流しをさせていただきました。本当にこういろんなね人と交流して、で地元の人とこうお話しするっていうことはすごい楽しいことだなというふうに、感じました。はい、ということで以上が山形県酒田市です。お次は新潟県に入ります。はい、ということでお次日本一周38県目新潟県に入ります。新潟県はですね、6時間にわたる日本での最長の横移動。はい、泊まったのはですね、新潟市と上越市というところに泊まりました。で、酒田から新潟市までは4時間で、新潟市から上越市まで2時間で、さらにそれを富山方面に抜けるのに、1時間ぐらいかかるんで、全部で計7時間ですね。7時間の横移動をしました。酒田市から、新潟市に向かう道中、1回村上駅という駅で乗り換えしました。で、ここでですね、なんと、SL を見ました。なんかすごい写真撮ってる人たちたくさんいたんで、なかなか見る機会ないですよね。すごかったです。で、あと乗り換えに時間あったんで市内も散策したら、千年酒吉川という、酒をですね丸1年通して干しまして、でそれを干物として売ったりしてましたね。はい。でそこで干物買ったんですけど、
まあ美味しかった。酒によく合うということで、日本酒がなくてはやってらんないということで、太陽酒造というとこにも酒蔵にもお邪魔しました。でここで、小さな日本酒を買いました。はい。でですね、新潟市到着後はゲストハウスに。で新潟市、昼はですね観光しました。トキメッセ、港マルシェ、その他散策しました。はい。で市内でね、まさかの仏様を見るというね、こんなことがあるのかと。はい。で夜はですね、また居酒屋で流しをさせていただきました。ここはですね、なかなか若い方たちがやってまして、活気がありました。はい、そしてですね、そこからさらに、上越市というところでも一泊しました。で上越市は、横移動が長いということで、間の場所も探してましたし、で知り合いが一人いたんで、その方とも会って、で夜は、上越市内の、居酒屋で流しとしてまた活動させていただきました。居酒屋と寿司屋さんですね。はい。はい、ということで以上が新潟県となります。はい、ということで日本一周39県目、富山県に入ります。富山もまた面白い。上越市から電車で富山県に入りました。で富山県に着き、そのままゲストハウスに向かいました。で到着後はですね、富山市内を、観光をしました。でここは、富山市立図書館と言われる場所です。おしゃれですよね。日本の中にはおしゃれな図書館がいくつかあるんで、映えスポットを探している方はおすすめです。はい、で富山ラーメンも食べで、市内の路面電車を使って海沿いの岩瀬というところにも行きました。でここはですね、岩瀬浜という浜なんですけど、まさかそこで沈没船を見るというね、そうまさかの、なかなかないですよね、こんなことも。はい、その近くにさらにですね、岩瀬のレトロな街並みが見れる通りがありました。北陸銀行、すごいレトロな銀行があったり、あと酒蔵ですね。でここの酒蔵は飲み放題をやってました。日本酒飲み放題。はい、という感じで、夜はまた流しをしに富山市内を居酒屋行きました。すごいノリのいい学生がいました。という感じで、以上が富山県となります。はい、お次、日本一周40県目、石川県となります。富山から電車で金沢へ向かいました。でゲストハウス到着後、またも観光、兼六園、中は入んなかったんですけど、兼六園行きました。であと、東茶屋街、近江町市場などを、散策しました。はい、で夜はまた居酒屋スナックと歌わせていただきました。でそこのね、そこでもいい感じで演奏はさせてもらってめちゃめちゃ良かったです。はい、ということで、石川県終了です。はい、お次、日本一周41県目は福井県です。福井県、恐竜の町として有名ですね。そして、日本海に別れを告げた県です。ゲストハウス到着後は、観光スポットの東尋坊という場所に行きました。三国港駅というとこまで行って、でそこから歩いて、向かいました。3時間ぐらい歩いたかな。でも日本海最後だなということで、その日本海沿いを歩いていけば着くんで、こんな感じで景色を見ながら、歩いておりました。最後の日本海を眺め、でそこから、福井駅に戻りまして、でゲストハウスの近くの居酒屋で、1曲演奏させていただきました。そう最初ですね、お客さんが見えなくて、奥の方に大広間があるという、そんな感じの居酒屋で、演奏させていただきまして、盛り上げることはできたんじゃないのかなというふうに思っております。でここのゲストハウスは希望者の人にフリーのモーニングを提供してくれる場所で、はい、すごい美味しかったです。はい、ということで日本海に別れを告げ、お次滋賀県に入ります。はい、ということで日本一周も残りわずかです。42県目は滋賀県です。ですね、福井を早朝に出発しまして、滋賀県のその宿泊先となる前原市には、9時前に到着しました。
で、チェックイン3時からなんで、間に6時間あるんですけど、その間に琵琶湖一周できないかなと思いまして、レンタカーで琵琶湖一周トライしました。はい。一度ですね、宿泊先に荷物を預けまして、で米原市で、レンタカーを借りて、でそこから琵琶湖を反時計回りに一周トライしました。で、琵琶湖一周決めたらいいんですけど、ほぼ運転、5時間運転して1時間観光っていう感じになりました、全部で。はい。で、あとギリギリ4分の3周ぐらいになりました。その琵琶湖の下の方に、一応陸続きの橋が通ってて小さな。でそこだけちょっと橋だけ使ったんで、本当は一周だったらそこ、下も行かないといけないんですけど、下はちょっと行く時間なくて。はい、そしてですね、泊まったのはゲストハウス。サメ街という駅が最寄りのゲストハウスです。で、街並みもすごい落ち着いてて、目の前に川が通ってるんですけど、そこの川がもうすごい綺麗。写真あります、多分。なんで多分ここプチ観光スポットだと思います。まだまだ知られてない観光スポットにはなってると思います。おすすめです。でこんな感じで、交流もしまして、フランスかドイツ出身の人と、あと台湾出身の2名と自分と、あとオーナーさんという感じで、みんなでこう飲んでで歌ってっていう感じの、はい、ということでこんな感じで交流して、でも桜がいよいよ咲き始める季節になりました。3月ももうこれ31日なんで、はい、はい、という感じです。以上が、滋賀県となります。はい、お次は日本一周43県目、岐阜県となります。鮫貝からですね、岐阜県に向かいました。で、岐阜市内で一泊、金華山に登りました。この金華山ね、初級、中級、上級コースとあって、自分は中級コーストライしました。こんな感じですね、中級コースは。はい。これ頂上からの景色です。岐阜城が見えて。はい。これは岐阜市内の図書館ですね。またこう、おしゃれな。はい。はい、その後はですね、バスに乗って郡上市郡上八幡という場所に向かいます。そしてここでなんと素晴らしい出会いがありました。まさかの。ということでバスで、郡上八幡に向かいました。でここはですね、滋賀県の鮫貝で泊まったゲストハウスのオーナーがおすすめしてくれた場所です。でこんな感じでね、そう大きなこう川が流れてて、で水もこう透き通ってますね。はい。で街並みが本当に素晴らしい。ここはそうこんな風なこんな街並みのね。でこれ駅でのちょっと休憩がてら500円かそんなもんだったかな。でこう川にこうでっかいね鯉が泳いでたり、はい。そしてですね、夜は流しの活動をこの郡上市でやらせてもらったんですけど、はい、ここでですね、なんとその流しのとこで芸能界の大御所の方に会うことができました。はい、でその方は、俳優さんで多分日本の自分の世代よりちょっと上なんですけど、上の方は多分皆さんご存知の、方だと思います。でちょっと話をしたんですけど、すごい応援したくなるような活動をしてるねということを言われまして、すごい心の、パワー力になったそんな日です。はい。でその後はですね、夜街中をいろんなことを思いつつ歩き、でここもね星が綺麗でした。めちゃめちゃ綺麗。郡上八幡を後にしまして、でバスに乗ってですね、そのまま長野方面に向かうんですけど、その道中、飛騨高山でですね、乗り換えをしました。で高山はその乗り換え間にちょっと観光したんですけど、観光スポットっていう感じですね。こうレトロミュージアムがあったりとか、もう少しちょっと時間がそんなになくて一瞬だったんですけど、観光客も多かったですね。はい。ということで、以上が岐阜県となりました。お次は長野県に入ります。
はい、ということで、日本一周44軒目、長野県です。はい、ここもですね、複数箇所訪れました。はい、ということで、高山からバスに乗って松本に向かっております。で、こうバスからのね、景色が素晴らしかった。ここね、バスで通りがいありますよ。うん。はい、で、到着後は、松本市内を散策しました。松本城を見ました。はい。で、またラーメンも食べ、でそこからですね、翌日は、長野市へ向かいました。今度は善光寺ですね。ちょっと雨だったんですけど、で夜は流しと、この居酒屋もですね素晴らしい。もう皆さんテンションが高くて、でリクエストもバンバンいただきまして、楽しく弾かせていただくことができました。翌日は、猿が温泉に入ってる地獄谷が有名な湯田中温泉に行きました。地獄谷に行くんですけど、ただですね、季節が多分一番中途半端な時に行っちゃったのかな。そう、雪が溶けて道がすごいぐちゃぐちゃでしたね。そう、こんな感じで、森の中を抜けて、地獄谷へと、お猿さんと、はいはい、お猿がいましたね。でその後はですね、湯田中温泉を、少し観光しました。千と千尋の舞台とモデルとなってんのかな。なんか結構いろんなとこにありますよね、千と千尋のモデルとなったっていう。でもなんか写真撮ってる人多かったです。で温泉街としてはすごい楽しめる場所なのかなって。泊まったのは少し外れたゲストハウスなんですけど、雰囲気はありました。でここでですね、また流しをトライしようとしたんですけど、ここは3件トライしたんですけど、3件とも全部断られてしまって、ここはちょっとできなかったです。はい、でその後翌日はですね、今度は須坂に行きました。で須坂っていう場所に行った理由は、そこから、群馬県にヒッチハイクで入ろうと思ってました。でこう坂倉イベントがあったんで、そこに、行きまして、昼は。で夜は、居酒屋でまた流しをさせていただきました。こんな感じで歌っております。はい。そして翌日はですね、本当は須坂から行きたかったんですけど、何かの理由で、ちょっとそれが難しそうっていうので、軽井沢からだったらいけるんじゃないかということで、軽井沢から碓氷峠歩いてこうしました。はい、ということで、お次は群馬県に入ります。はい、ということで、お次、日本一周45軒目は群馬県に入ります。群馬県はですね、長野県の軽井沢から、群馬まで碓氷峠という峠が通っております。でそこを、歩いて渡りました。はい、というのも、長野から群馬に入る交通手段がないというのが一番大きな問題でした。なので、どこが一番入りやすいかなって調べたときに、もうこの碓氷峠が一番入りやすいんじゃないのかなということで、ここを歩いて渡りました。でスペースも狭かったんで、できる限り早歩きで、動物にも警戒しつつ、渡りました。はい、ということで、東京まで144キロという、いよいよ東京も見えてきました。で歩いてますとまた道中ね、声をかけてくれる人が、何人かいらっしゃいました。峠攻めしてるレーサーだったりとか、観光してる夫婦とか、あとサイクリングしてる集団とか。はい、で、4時間かけて渡りました。で横川駅という渡ったところにある駅、そこから、群馬の高崎駅まで、電車で向かいました。で翌日、高崎市内を少し観光しまして、もう桜が本当に咲き始めましたね。で高崎の高台に登って環七ラーメン食べました。はい、で夜はですね、ホテル近くの居酒屋で流しとして歌わせていただきました。もう楽しかったです。はい、ということで以上が群馬県となります。はい、ということで日本一周46軒目は埼玉県です。群馬からですね、寄居駅という駅まで行って、そこで乗り換えをして、
埼玉県の三崎口という駅に行きました。でその寄居駅ですね、ちょっと乗り換えまた時間あったんでこう観光しました。この川ですね、東京に続く荒川です。お久しぶりと、ね、こんななんか祭りの看板がありまして、はい、でそのまま電車に乗って三崎口へと、はい、でここからですね30分ぐらい歩いたところにゲストハウスがありまして、そこへ行きました。でそこからの景色、これゲストハウス史上一番の景色だと思います。その景色がこちらです。はい、というこんな感じのもう圧巻、1泊4000円ぐらいだったと思うんですけど、4000円からでは見れない景色ですね。ただですね、真横に、サイレンがあります。でダムを放流かなんかするときにこのサイレンが鳴ります。爆音です。でその後はですね、秩父に流しをするために行きました。で流しをするまでに少し時間があったんで、橋を渡ってそして展望台へ行きました。これ秩父市内の景色ですね。で夜は、流しを2軒させていただきました。ここの1軒は沖縄料理屋さんでした。沖縄の時のね記憶を思い返しつつビギンを歌うという、はい、で翌朝でこっからですねラスト、埼玉から山梨、また交通手段がないです。バスも電車も通ってないです。ということでお次ヒッチハイクで山梨に向かいます。はい、ということで日本一周ラスト47県目山梨県に入ります。埼玉県の三崎口から山梨県渡るための交通手段がないんでヒッチハイクを決行しました。埼玉のゲストハウスのオーナーが翌日ですね、道の駅の大滝温泉というところまで少し先30分ぐらい先のところまで送ってくださいました。でそこから山梨県の牧岡町というところまで山を越えた先にある町ですね、そこまで、ヒッチハイクで向かいました。2回にわたるヒッチハイクでこの牧岡町まで行きました。でそこから甲府までですねまだ距離あります。で電車で行こうか思ったんですけど日本一周のもうラスト、徒歩として歩けることのもうラストだと思ったんでそこから、甲府まで5時間かけて歩きました。はい、で富士山を見ながらですね、永遠と歩きました。はい、そして甲府到着後、またラーメンを食べ、で翌日はですねほったらかし温泉行ってきました。せっかく近くまで来たらね最後ちょっと温泉使って帰りたいということで、ほったらかし温泉に行き、そしてその後夜はですね、流しの活動、最後の流しの活動2軒の居酒屋で歌わせていただきました。で特に2軒目の大将がですねベロッベロに酔っ払ってて永遠と同じ話を繰り返されるっていう、でも楽しかったです。すごい。そうラストじゃないです、まだありました。危ない。日本一周ラストとなる、鶴市という場所でさらに1泊します。でこれ鶴市に泊まってた電車、そう車内がねもうすっごいおしゃれなんですよ。こんな感じで荒倉山浅間公園と言われる、映えスポットですね。観光客が多い、満開の桜と富士山を一緒に見まして、で夜はまた流しをさせていただきました。でさらにですねゲストハウス、このゲストハウスはですね、鶴文化大学の学生の子たちが運営をしているゲストハウスです。でとてもねおもてなしも素晴らしく過ごしやすいゲストハウスでした。さらにですね日本一周に挑戦を始めたばかりの旅人とも出会いました。この右の、最後に素敵な出会いを。そして翌日いよいよ東京都に向かいます。その道中ですね、リニアモーターカーリニア見学センターというところに、寄ってきました。ここで、時速最大500キロが出る500キロかな確かリニアカー見てきました。はい、そして大月駅から電車に乗り、2024年4月13日、東京駅に無事ゴールしました。
で彼らは、日本一周開始の時に来てくれた友人の2人です。はい、ということで日本一周の旅いかがでしたでしょうか。全部ご覧になってくださった方はいますか。はい、ということで、最後にですね日本一周をまとめさせていただきます。まず旅の情報、期間が8ヶ月、移動距離8200キロ。これはですね東京ロサンゼルス、東京ドバイと同じ距離です。移動手段、電車、バス、船、徒歩、ヒッチハイク、あと飛行機、新幹線も使いました。総費用、こちらは60万円です。はい、泊まるとこは基本ゲストハウス、移動手段はもうほんと最低限の移動でもうできる限りの節約の旅となりました。印象的な場所3選。まず1戦目が、もうここは外せないですね。沖縄県宮古島です。もう間違いなく別世界です。日本の中にある。飛行機から見える圧巻の青い海。沖縄のユニークな建物だったり、あとカタカナがもうたくさんある現地の食べ物だったりとか。で、極めつけはやはり黒潮の上でのマグロ漁。もう規格外の経験ですね。ということで、圧倒的に印象に残った一県です。2軒目はですね、北海道。で北海道も自分初上陸でして、前からその広いっていうことは聞いてたんですけど、想像以上にやっぱり広い。こうふと移動中にこう車内から外見ると、もう奥の方まで広がる広大な敷地があって、そしてあとですね、自分はその一気に北海道を回ることができたんで、さらにその広さが感じられました。道中の移動がもう3時間4時間の移動が当たり前ということで、2軒目は北海道です。で3軒目はですね、島根県。ここもですねやはり、3ヶ月いたっていうのがあります。玉造温泉はじめ松江市の宍道湖、出雲大社、境港と、観光スポットって言われる場所はほとんど行ったと思います。でどこもですねやっぱ落ち着いてて、日本らしさがあるかなっていうふうに感じました。個人的に印象深い県の一つとなりました。で日本一周の感想、目標としていたより多くの人に歌を届けるということは達成したんじゃないのかなというふうに思ってます。特にですね、途中の流しの活動が一番その目標に近い形となりました。でその活動を通して間違いなくこう人に、どうやったら伝わるんだろう、どうやったら盛り上げることができるんだろうっていう、で確実にそう人に何か伝える、届けるっていう力は上達したんじゃないのかなというふうに思っております。もう本当に、この日本一周は挑戦してよかったなというふうに思っております。最後に、もしこの動画を見てる誰かがこれから日本一周に挑戦しようとしているなら、目的を持った旅にすることをお勧めします。そうすれば素晴らしい日本一周を作り上げることができます。ということで、以上が私の夏の沖縄、冬の北海道、全47都道府県を巡る日本一周の旅でした。ご視聴ありがとうございました。